ある夏の日、いつものように考え事をしていた時のこと。ネオトライダガー PMC の、PMC って何の略だろう。Z は多分、ゼニス、とか、究極、といった意味な気がする。M と C は私の予想だと。なんか飛んでるな。日本の夏の厄介者。こういう時は蚊取り線香をつけるに限る。ちなみに蚊取り線香は英語でモスキートコイル。MC。つまりマシンに蚊取り線香を搭載することで、自走可能な究極の蚊取り線香になるという算段。しかしながら、蚊取り線香は高温になるので、そのまま搭載するとマシンが溶けてしまう。と悩んでいたら、なんと JLCPCB 氏からお声掛けいただいた。JLCPCB といえば、基板製造サービスはもちろん、3D プリントサービスも有名で、金属 3D プリントも可能なのである。まさに今回の開発にぴったりなので、金属シャーシの造形を依頼してみよう。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。ネオトライダガーのボディを乗せられるように、市販のミニ四駆に近い配置にしておく。ただし蚊取り線香を搭載するスペースが必要なので、小型のバッテリーをモーターの後ろに搭載し、本来電池があったスペースを航路に使用。これらに合わせてシャーシを設計。裏から見るとこんな感じで、熱がバッテリーなどに伝わりにくいような形状にしてある。それとあまり意味はないかもしれないけど、モーターの前に壁を設けてみた。今回は外部に召喚を依頼するので、何度も調整して再召喚という手法が取れない。ので、駆動部のみ自前で召喚するように別体で設計し、3D データ完成。出力品がどんな感じになるか楽しみだな。データ送信。海外で造形するので数週間かかるかと思ったら、6日で到着。出力品はこんな感じ。表面はザラザラしているけど、エッジも綺麗に造形されている。金属のオーバーハングは荒れているかと思いきや、むしろ表面より滑らか。ベアリングを入れてみる。ここは寸法がシビアなので、削ったり隙間を埋めるなど。マジか。まあこれは、エイヤで指定した寸法が、たまたまぴったりだっただけなので参考程度に。次はネジ穴。プラスチックだとそのままネジを締めれば、良い感じにネジ穴が形成されるけど、金属ではそうもいかないので、こいつを使ってネジ穴を加工する必要がある。ただしステンレスは粘りが強く加工しにくいので、魔法のスプレーを使用する。ステンレスが豆腐になりました。タップに魔法をつけて、折れないように慎重に。よし、こんなもんだろう。手間がかかるけどこれでビスを使えるようになる。他のビス穴も同じ加工を施した。続いてボディ。通常のネオトライダガーのボディは、ポリスチレンという素材で熱に弱い。ので、限定品のカーボンスペシャルに付属のボディを使う。こちらはカーボン入りナイロンで耐熱温度が高い。それと表面がマットな仕上がりなので、塗装なしでもかっこよく仕上がるのも旨味。試しに金属シャーシに乗せてみたところ、ちょっと干渉してしまっている。仕方がないので削って整えよう。これで干渉しなくなるはず。よし、良い感じに収まった。ボディ側はアニメを参考に穴を開けてみた。ここから蚊取り線香の煙が出る算段。それと熱対策で裏側にアルミテープをペタリ。次は駆動部を作っていく。普段使っている PLA という素材は熱に弱いので、もうちょい熱に強い ABS を使いたい。しかし私の主力 3D プリンターは囲いがないタイプで、そのままだと ABS の召喚は難しい。ので、囲いを作ってみた。これで周囲の温度を高温に保てるので、安定して ABS を使うことができる。3D プリンターで召喚。駆動部を先に組んで、アッセンブル。これにボディを搭載すれば、金属シャーシ自走式蚊取り線香4駆、PMC、完成だ。パッと見は普通のネオトライダガー、と思ったけど、ギアが丸見えなのが気になるので、ギアカバーを作ってみた。よし、これで違和感なくなったな。駆動チェック。良好。なんかちょっと金属っぽい音。
最後に蚊取り線香を搭載していく。テスト用に小さいかけらを採取。そのまま搭載すると収まりが悪く、何かの拍子に飛び出してしまうかもしれないので、蚊取り線香ケースから、耐熱ネットを採取し、四角く切って、こちらの部品に、接着。この部品で蚊取り線香を挟むことで、熱々線香が飛び出すのを防ぐことができる。シャーシに乗せてみよう。ネットで線香を支えるので、シャーシに熱が伝わりにくくなる利点も。ちなみにマシン重量は 203.53g。シンプルに金属シャーシが重いな。着火テスト。防火対策をした部屋で着火してみる。横着してそのまま点火してみよう。このシーンだけ見るとすごい絵面だな。ちゃんと火がついているかわからんので長めに。あ、さすがにこの方法だとネットが。とりあえず火はついた。このままボディを装着。煙は出ているけど思ったより少ないな。というわけで煙の量を増やしてみよう。まずは普通に着火。そして反対側にも着火。これで単純に2倍の煙が出るはず。ボディをつけて。おお、なかなか良い感じになったぞ。これで走らせてみよう。しかしいつも使っている JCJC は、白いセクションが多くて煙が見えにくい。ので、スペシャルカラーの JCJC を使用する。昔使っていたものを倉庫から発掘してきた。ちなみにこれは2011年の映像なのだけど、昔からやっていることがあまり変わってない不思議。早速走行させてみよう。蚊取り線香着火。ネットに挟んで、シャーシに搭載。ボディを装着。おお。これはなかなか良い走り。だけど煙が見えない。タイムは 7.80 秒。スローで見れば煙が出ているのが見えない。両端から火をつけて煙を2倍にしたのに。2倍でダメなら、12倍だ。こんなこともあろうかと。香炉を2段で搭載できるようにしておいたのだ。これは期待できる煙の量。香炉をマシンに搭載して。ゴー。あれ？煙出てる？スタート直後。よくよく見るとうっすらと見えるけど、その後は全く見えない。なぜだ？とりあえずマシンを止めてしばらく待ってみると、めっちゃ煙が出てきた。マシン正面から風が吹いているので、個人的にはかなりイメージに近い映像に見える。走行しながらこの雰囲気を出したかった。後方に向かって煙が流れているのを見ると、なんかちょっと風洞試験っぽさもあるな。煙が立ち上がるシーンをスローモーションで見てみよう。おお、これまたなかなかのかっこよさ。燃焼後のシャーシはこんな感じ。燻製のような匂いがすごい。香炉からリアにかけてタール的なものが付着している。なお、停止状態でしばらく燃焼させたので心配だったけど、シャーシや部材は無事だった。今回は究極の自走式蚊取り線香を開発したかったのだけど、煙を出しながらかっこよく走行させることはできなかった。よく考えたら BMC は素材の名前で、セラミックの硬さとグラスファイバーの柔軟性を持つ、らしい。作り方も陶器に近いので C はセラミックの可能性が高い。残る M はシンプルにマテリアル、とか、マレアビリティ、とかありそう。皆さんも考察をコメントしてください。それと今回使った JLC-PCB の金属 3D プリントサービス。この手のサービスの中ではかなり安いし、想像以上に高精度だったので、今後の開発でも積極的に使っていこうと思う。おまけ。2024年6月に発売されたこちらの商品。
中身はこんな感じ。なんとこのネオトライダが、航路になっているのである。つまり今回の開発はパクではなくて、2年前の私のツイートにはすでに、究極の蚊取り線香が、これは絶対ネタかぶりしないだろうと思っていたら、企業様に先を越されてしまったのである。しかもめちゃくちゃクオリティが高い。ここで、これを改造して走らせれば、と思うかもしれないけど、しっかり注意書きがあるので、航路として愛用していこうと思う。